どうも、男中村です。清高泡立ち草で美味しいコーヒーを作ります。実は1年前に清高泡立ち草コーヒーには挑戦したことがあるんですよ。清高泡立ち草の根っこをコーヒーにするんですけどね。タンポポコーヒーっていうのが有名なんですけど、タンポポの根っこをコーヒーにするんですけどね。またチコリコーヒーっていうのも、チコリっていう植物の根っこをコーヒーにするんですよ。タンポポもチコリも同じキク科の植物なんですよ。それで清高泡立ち草もキク科の植物だから、清高泡立ち草の根っこでコーヒーができるんじゃないかと思ってやってみたら、根っこでコーヒーを作る段階でアク抜きをしてなかったために、味はコーヒーだったんですけど、もう口の中ものすごいアクで飲めたもんじゃなかったんですよ。だから今年はちゃんとアク抜きをしてからコーヒーにしようと思います。ではまずは清高泡立ち草を収穫してくるところからご覧ください。ここは鳥取県倉吉市にある東郷池のほとりです。綺麗な草原が広がっています。この草原は綺麗に草が刈られて維持されているんですが、池のギリギリのところまで行くとまだ草が刈られてないところがあります。ここに清高泡立ち草が生えてますね。花が咲く寸前のものです。これを引っこ抜いていきます。池のギリギリのところに生えてるから、あんまり調子に乗って前に進むと池にはまるから要注意ですよ。清高泡立ち草は地中の浅い部分で地面とほぼ水平に地下茎が広がっているんで、それが途中で切れないように注意して抜くといいですよ。これだけ引っこ抜きました。バケツに根っこを入れて水洗いして泥を落とします。ザブザブと洗って一回水を捨てます。もう一回洗って水を捨てます。もう一回、もう一回、もう一回やっていこうかな。もう一回。結局7回すすぎました。根っこ以外の地上部分ごと収穫しましたから、ハサミで根っこだけ切り落とします。キッチンバサミでは刃が立たないんで、園芸用のハサミで切ります。それでも手強いです。これで根と茎に分かれました。また根の部分を洗います。まな板に乗せて包丁で切っていきます。全然切れてません。キッチンバサミで切っていきますが、ほとんど切れてません。深めのボウルに入れて水を張り、ハンドミキサーで粉砕します。なんかいい感じに細かくなってそうです。繊維質が刃に絡まって動かなくなりました。これを取り除きます。もう一回粉砕します。また絡まった。まだまだ粉砕します。また絡まった。とりあえずこの辺にしておきましょう。水をたくさん入れます。明らかにアクが出てますね。この水を流します。また水にさらします。しばらく置いてアクを抜きます。また水を流します。あんまり水は濁ってませんね。これでいいかな。いや、清高泡立ち草のアクを舐めてはいけません。もう一回水を張ります。キッチンバサミで繊維質を断ち切りますが、硬い部分とかがあってあまりうまく切れません。それでも一応切っていきます。またハンドミキサーで粉砕します。絡まりました。
絡まった繊維をほぐして粉砕。このぐらいでいいかな。また水をいっぱいに入れます。まだまだ水が濁ってますね。この水を流します。もう一回水にさらします。しばらく置いておきます。また水を捨てます。アク抜きはこれでいいでしょう。水分をぎゅっと絞ります。竹ざるにキッチンペーパーを広げ、根っこを広げます。これで干しておきます。天候に恵まれて1日でほぼ乾きました。これを集めます。フライパンを熱し、根っこを入れます。木じゃくしで混ぜてましたが、どうも根っこが絡みついてうまく混ざらないんで、箸でほぐしながら混ぜます。煙が出てきました。この煙、なんかすっごい甘い香りがしますよ。これはきっと美味しいコーヒーになる予感がします。ほぐしながら混ぜます。均等に火が通るように混ぜますが、繊維質が絡まってなかなか上手に混ぜることができません。それでもなんとかほぐしながら混ぜます。だいぶいい色になってきました。一旦ここでバットに広げます。明らかに火の通ってない部分だけをつまみ出して、もう一回焼くことにします。まるでコーヒー豆の不良豆を取り除くハンドピックみたいですね。これくらいでいいかな。また火が通ってない分だけを焼きます。先ほどと同じ要領でほぐしながら混ぜます。さっきよりも量が減ったから混ぜやすくなりました。いい匂いの煙が出てますよ。またバットに広げます。まだ火の通りにムラがあるんで、また火の通りが弱い部分を取り出します。また焼きます。もうこの辺にしときましょうか。バットに広げます。一応これでセイタカ泡立ちそうコーヒーになりました。とりあえずコーヒー1杯分だけ入れようと思うんで 10g だけ測ります。コーヒーミルに入れます。溢れんばかりになりました。てかちょっと溢れました。ではハンドルを回転させてこれを引いていきます。全然落ちていかないぞ。手応えもあんまりないな。ちゃんと引けてるんかな。一応粉が下に落ちてるから引けてはいるみたいです。箸でほぐしてから引きます。箸でほぐしながらだとちゃんと引けるみたいです。ようやく全部引くことができました。ちゃんと粉になっている部分と繊維のままのものもありますね。ペーパードリップで入れます。お湯を注ぎます。まずは少し注いでしばらく蒸らします。1投目、円を描くようにお湯を注ぎます。2投目、これでいいでしょう。カップに注ぎます。セイタカ泡立ちそうコーヒーがとうとう完成しました。ではセイタカ泡立ちそうコーヒーをいただきます。おお、
コーヒーになってますよ。ちょっと薄かったかな。薄いのは豆の量を調節したら、豆の量を調節するかお湯を調節するかしたらちゃんとした濃度になりますから、それは問題ないです。ちょっと薄くて軽いコーヒーの感じですね。よく例えて言うとブルーマウンテンみたいな軽さがあります。それはよく言い過ぎですけど、でもやっぱり野草の後味にね、野草の香りがします。少しだけアクがあって、アクを 100% 抜いたら何にも味がないものになってしまうから、アクはわざと残してあったんですけど、その残ってるアクが個性となってますね。でもタンポポコーヒーにそっくりの美味しいコーヒーになってます。これならちゃんと飲めますよ。ほんのり甘い香りもあります。焼いてる時すっごい煙が甘い香りしたんですよ。その香りもコーヒーの中に残ってます。ではちょっと妻にも感想を聞いてみようと思います。どうでしたか？香りはコーヒー、味は漢方。ブルーマウンテンはちょっと言い過ぎ。いや、言い過ぎって言うたやんか。ミルク入れて甘くして飲んだら美味しいかもしれない。ということで牛乳を買ってきました。今度はハンドミキサーについているグラインダーでひきます。先ほどの倍ぐらいの濃さで抽出します。牛乳を入れて温めます。カップに注ぎます。清高泡立ちそうラテができました。では清高泡立ちそうラテを、言いにくいから清高ラテにしますね。清高ラテをいただきます。もう一口。期待通りまろやかになってますよ。苦味はまろやかになってますけど、後に来る香りは一緒です。漢方みたいな香りがするんですよ。清高泡立ちそうの葉っぱの部分はキク科の植物ですから、よもぎによく似た菊の匂いがするんですよ。でも根っこは違いますよ。根っこはやっぱり、根っこは土の香りというか、朝鮮人参の香りというか、やっぱり漢方、的確にこれに似ているっていうのがあんまりないんですけど、難しいんですけど、やっぱり野草独特の癖があります。やっぱりそれでも牛乳入れるとまろやかになって飲みやすいですね。牛乳入れても全然香りはまろやかにならないです。香りはぐわーっときますね。その牛乳入れるから濃く抽出したんですけど、その分香りが濃くなってるでしょ。その強い香りが全然牛乳でまろやかになってなくて、ガツンとくる感じですね。飲み込んだ後にしばらくしてからその香りがきますから、いずれにせよパンチのある飲み物ですね。牛乳でまろやかになるからといって甘く見ちゃいけないですね。でもこれは飲める味です。どんな効能があるんでしょうね。調べた人がいないからよくわかんないんですけどね。絶対体にいいと思いますよ。清高泡立ち草の駆除を考えている方は、根っこがこうやって有効利用できますんで、ぜひともお試しください。今回清高泡立ち草を収穫しに行った場所は去年と同じ場所なんですよ。鳥取県の倉吉市の東郷池のほとりなんですけど、日本海駅伝っていう駅伝の大会があって、それの応援に今年も行きまして、だからそこで収穫できたんですよ。わざわざそれを収穫するためだけにそこには行かないですよ。私、家が京都ですからね。京都にももちろん清高泡立ち草は生えてるんですけど、私の行動範囲にはあんなに品質のいいものがあんなにたくさんは生えてないんですよ。だからあそこで収穫したんですけど、やっぱり雑草ですからね、だいぶ今年は刈り取られてしまいました。すごい気持ちのいい草原になってまして、池のほとりのすごいいい公園になってました。全体としては草が刈られてるんですけど、この池のギリギリの部分は刈られずに残されてるんですよ。私はここにあるのを収穫しました。私のような野草愛好家はこうやって刈り取られる隙を狙って野草を収穫するんですよ。
刈り取られてしまったら、でも公園は綺麗になったからいいか、でもその隙を狙ってちょっと引っこ抜くみたいな感じですね。そのような野草ライフを皆様もお楽しみください。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかをアップしてます。他にもブログ、X、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れます。今までアップした全ての動画もブログの方で見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。